次の種目は片足ずつ上げていきます。左、右、左、右。これイメージとしては前ももじゃなくて股関節付け根と脇腹使うイメージです。できる限り高く上げましょう。きつい。できる限りこの足ぐっと高く上げた方が効果的です。30分もできないよって方は途中最初の10分でやめてもいいですし、最後の10分だけやるのもおすすめです。よし OK。 ちょっと休憩しましょう。余裕ある人はこの休憩の間も続けてて大丈夫です。両膝を曲げて足をクロスさせます。股関節の付け根から動かすイメージです。こうお尻の横に手を添えると股関節が動いている感覚がわかると思います。余裕がある人は大きく内外にねじりましょう。ちょっとずつスピードアップしていきましょう。呼吸は止めないように深呼吸を続けましょう。大きく速く動かしていきましょう。痛みある人は痛みない範囲で行いましょう。よし、ちょっと休憩しましょう。次はこのまま膝曲げて足をパタパタしていきます。裏ももの筋肉を使うイメージです。手で裏もも触ると使っている感覚が分かりやすいと思います。全然余裕があるよって人はかかとをしっかりお尻につけるイメージでパタパタ動かしましょう。前もものストレッチにもなってます。リズムよくしっかり裏もも使いましょう。前半戦なのでまだ簡単な種目が多いですが、後半にかけてねちょっとずつきつくなっていきます。休憩しましょう。次は右足を左足に乗せて左の裏ももを使って膝を曲げます。左の裏ももを使って右足を持ち上げるイメージです。全然余裕だよって人はこの右足を左足に向かって負荷をかけた状態で行いましょう。かなりね負荷がかかって左の裏ももに効いてくると思います。しっかり裏ももを意識して行いましょう。呼吸はね止めないようにずっと深呼吸し続けると良いと思います。よし OK。 休憩しましょう。左足を右足に乗せましょう。右の裏ももを使ってぐっと持ち上げましょう。左足で右足に向かってぐっと負荷をかけるとかなり右の裏ももに効いてきます。この動画では後半で3つ解説していきます。1つ目がなぜストレッチを最低3ヶ月続けてほしいか。2つ目は反り腰、骨盤が前傾している方がスポーツに向いてるんじゃないのっていう質問を受けました。それに対しての回答。3つ目はなぜ水分を最低2リットル取ってほしいか。この3つをこの動画の中で後半解説していきます。よし OK。 分岐になります。次は足パカします。しっかり内もも伸びるところまで開いて膝を伸ばしたら曲げて伸ばしきる、曲げて伸ばしきる。腰がきつい人はお尻の下に手を入れましょう。しっかり伸ばしきりましょう。膝上の肉、内もも下っ腹に効いてきます。かな
なりきついと思います。できる限りでいいので膝ピンと伸ばしましょう。足上がらないよって人は膝多少曲げたままこんな感じでも十分効果的です。しっかり伸ばしきりましょう。頑張りましょう。よし、OK。次は片足ずつ上げていきます。裏ももを伸ばすことが目的です。多少膝が曲がっても裏もも伸びてれば OK です。全然余裕だよって人や足がここまで上がらないよって人は上半身を浮かせたままやってみましょう。下っ腹お腹にも効いてきます。めちゃめちゃきつい。裏もも伸びてれば OK です。休憩しましょう。次は左足をこっちにグッとねじります。でこの状態で大きく股関節を動かしましょう。しっかりこの膝を床につけるようなイメージで大きく動かしましょう。でこっちの手はできたら床につけておきましょう。腰も伸びるし股関節も動きます。できる限り大きく回すのがポイントです。痛みがある人はゆっくり小さく回してみましょう。痛みがない範囲でも十分効果はあります。痛みがないけどゴリゴリになる人は問題ないです。大きく動かしましょう。よし、ちょっと休憩しましょう。よし、次は右足上げてこっちにグッとねじります。大きく回します。これ膝を床につけるイメージでこの手はなるべく床につけておきましょう。これ股関節動かすのが一番の目的なので腰が伸びる感じなくてもここにこう手を添えて動いてる感覚あれば OK です。呼吸だけで止めないように意識し続けましょう。休憩しましょう。よし、次は足裏を合わせて股関節開く限りでいいので外に開けましょう。このままパタパタ動かしましょう。こんなに開かないよって方はこうね、開く範囲で問題ありません。パタパタ動かしましょう。余裕だよって人はなるべく大きく動かしましょう。外開くときはお尻に力入れて、閉じるときに内もも力入れる。きつい人はね、これでも十分です。最後10秒サボっても OK です。よし、休憩しましょう。次はしっかり膝伸ばしたまま股関節大きく動かしましょう。この付け根下っ腹から動かすイメージです。結構きついと思います。できる限りでいいので膝は伸ばしておきましょう。こう手をね、床ついても大丈夫です。残り半分逆回ししましょう。これ伝えたいこと1つ目、ストレッチを3ヶ月続けてほしい理由。これ反対の左足やりながら解説していきます。休憩しましょう。
次は左足しっかり伸ばして股関節大きく回していきましょう。付け根から動かすイメージです。この3ヶ月続ける理由としては、体にしっかり覚え込ませたいからです。固有受容感覚って言葉、皆さん聞いたことありますか？例えば自転車、皆さん1年間自転車乗らなかったとしても、逆回ししましょう。すいません。よし。1年自転車乗らなくても、自転車1年後に乗れると思うんです。これが固有受容感覚がある。体がしっかりその動きを覚え込んでいる状態ということです。よし。休憩しましょう。次の種目で続き解説していきます。両膝曲げたまま左右に倒していきましょう。これは簡単な休憩も兼ねたストレッチです。そのさっき言った例えば反り腰を1回反ってる腰をペタッと床につくようにするとか、太ももを細くするっていうのは1週間2週間でも十分にできると思います。ただ僕がしたいのは、例えば1週間海外旅行に行ってズボラストレッチできませんでした。それでもその体の状態をキープできる、もう覚え込んだ状態っていうのをズボラストレッチを通して作りたいんです。だから毎日じゃなくてもいいです。週に2回3回でもいいんで、最低でも3ヶ月は続けてほしいです。よし、次は足曲がしていきます。内もも開くとこまで開いて、内もも使って閉じる。腰痛い人はお尻の下に手を入れましょう。限界まで開いてしっかり閉じる。これきついと思うんですけど、僕もきついです。頑張りましょう。これさっき言った最低3ヶ月っていうのは人によってかなり差があります。例えば僕が見てるお客さんだと、中学生とかだと3ヶ月で覚え込みます。もう運動不足歴10年20年とかの方だと正直4ヶ月から半年ぐらいはかかります。ゆるく頑張っていきましょう。0秒はそれでシュート。